こんにちは、牧野べこです。栃木県日光市にある鬼怒川温泉ホテルに行ってきました。ウェルカムフード&ドリンク、お部屋の様子やビュッフェのメニュー、お風呂のことなど、お宿選びで知りたいポイントをまとめつつ、宿泊の記録を綴っています。宿泊を検討中の方も、そうでない方も、一緒に旅気分を味わっていただけたら嬉しいです。どうぞお付き合いください。チェックイン手続きの後、フロントの先にあるロビーでウェルカムフードをいただきます。特に印象的だったのは温泉まんじゅう。ふかしたてってこんなに美味しいんだと知った2026。その他に白玉団子に小豆を甘く煮たあんをかけていただくぜんざい。日光のチンゴローせんべいと日光のみやび。チョコレートとバニラのソフトクリームをいただくことができました。一緒にいただくのにぴったりなソフトドリンクのラインナップもドドンと。利用時間はウェルカムフードが15時から18時、フリードリンクは15時から22時までと、翌朝6時から10時まで。お部屋にお持ち帰りも OK でした。うん。5と5と9ね。赤。今回宿泊したのは有楽館の和室のお部屋で、一番お得に泊まれるお部屋タイプかと思います。広さは 38.9 平米。和室と水回りが区切られたシンプルなお部屋です。ミニバー周りをご紹介です。空の冷蔵庫に人数分のお水、お茶のティーバッグ、お茶受けとして金谷の和風チョコサンドが。続いて水回りを。姿見とタオルハンガーの先に洗面スペースとしてまとまっています。洗面所スペースの右手にトイレ、左手にお風呂でした。ホームページを拝見すると2010年頃に改装の記録があるので、その際に水回りも改装してくださったのでしょうか。お手洗いもお風呂も綺麗でした。ドライヤーはパナソニックのイオニティ、風量は三角寄りの丸。髪の長い方は少し時間がかかるかもしれません。アメニティはポーラのフェイス&ハンドウォッシュ、始まりオーガニックのクレンジングオイルと洗顔料、コットンセットに綿棒。人数分の歯ブラシは毛先の色が違って、パッと見て自分のものがわかるタイプなのが嬉しいです。子供にはキッズ用の歯ブラシもいただけました。バスタオルとタオルはお部屋から持っていくスタイルで、キッズ用のタオルはパンダとウサギのイラスト入りで可愛い。旅型靴下に多用途に使える袋。袋はやや小さめなので、移動用バッグは持参が吉です。浴衣はお部屋に置いてあるサイズの他に、大きめ、小さめはフロントに連絡してお借りする形。子供用の浴衣はロビーから持っていくスタイルで、サイズの見本が置いてあったり、厚手の素材だったのも嬉しいです。一息ついたら大浴場へ。大浴場は1階と地下1階にあって、朝晩で男女入れ替わりとなるので、雰囲気の異なるお風呂を楽しめます。
利用時間は14時から1時までと、翌朝4時から10時まで。特筆すべきは朝4時から入れること。準備してくださるスタッフさんに感謝です。まずは渓谷の湯から。広々とした脱衣スペースとその奥にパウダールームがあります。2006年と2010年の改装で和モダンにデザインされた空間、癒されます。それでは浴室エリアへ。内風呂は大きめの浴槽がドドンと。半露天のお風呂は熱めのお湯とぬるめのお湯で浴槽が分かれていて、木ののれんの下から渓谷を眺めることができるのも良いです。半露天スペースの隣に露天風呂。洗い場は仕切りのあるタイプなのも嬉しいポイントでした。続いて地下1階にある石造りの湯もご紹介です。内湯の右手にサウナ、奥のスペースが露天風呂につながっています。石造りの湯の方が若干コンパクトな作りで、洗い場はいくつかごとに仕切りがあるタイプでした。アメニティはポーラのシャワーブレイクシリーズ。ベビーソープやキッズシャンプーとコンディショナーも揃っていました。化粧水や乳液はアロマエッセゴールドシリーズ。旅美人のヘアトリートメント。ヘアブラシ、櫛、カミソリと濡れたものを入れるのにちょうどいい袋。シャワーキャップ。ドライヤーの風量はお部屋のものより良きでした。お待ちかね、夕食メニューをメモランダムです。会場は2階のフロアにある石窯ダイニング。会場に行くと決まったお席に案内していただけます。飲み放題の場合はストラップを首から下げるシステムでした。それでは冷たいお料理から。カニス、小松菜ともやしのナムル、アイガモロース、日光刺身湯葉、あん肝の煮こごり、お刺身は本マグロと日光市遠藤鯉店さんの鯉の洗い、そしてイカの3種類、4種類のピクルス、冬野菜と蒸し鶏のサラダ仕立て。見た目も可愛いミニちらし寿司はサーモンとカニ、ローストビーフの3種類、お漬物も3種類いただけます。続いて温かいお料理です。和風ビーフシチューに魚介のペスカトーレ。来ました、宇都宮餃子と焼きそば。シーフードチャウダーのパイ包みという、これまたおしゃれな唐揚げ&見た目でも楽しめる骨付きチキン、豚バラ白菜鍋に嬉しいもつ煮。もつ煮には目がありません。ミラネーゼドリアとビフテキピラフ。豚肉のローストとサーモンのカツレツ。貝好き私が泣いて喜ぶアサリのズッパ風とアリゴのグラタン。素通りしがちなカレーも2種類出していただくと途端に食べ比べしたくなるのはなぜ。続きますはぶり大根。来ました、巻き湯葉ゆず味噌田楽もリピートした一品です。奥戸さんコーナーでは釜飯がカニと舞茸の2種類、すき焼きとタラの味噌鍋。おでんには注目、栃木県鹿沼市の鹿沼こんにゃくがお目見え。
大きなせいろに並んだ茶碗蒸しも圧巻です。石窯コーナーでは焼きたてのピザをいただくことができます。お味は3種類で、私はお酒にぴったりなクワトロフォロマッチ。まだまだ続きます。オープンキッチンコーナーではローストビーフ。あえて薄めにお願いしてお腹を調節しつつ、ソースは3種類です。揚げたてをいただけるかぼちゃとエビの天ぷら。チーズフォンデュやフォーのコーナー。栃木県さくら市を流れる喜連川産の鮎の塩焼き。地産地消が嬉しい。ホタテ。キッズコーナーもありまして、アメリカンドッグにポテトフライ、ハンバーグとたこ焼き、子供カレーが揃っていました。アンパンマンふりかけの頼もしさたるや。デザートコーナーの充実っぷりを見ていただきたい。フルーツ各種にバームクーヘンとティラミス。そしてもうデザートビュッフェに来たのかと錯覚するようなケーキの所狭しと並んだ圧巻っぷり。他にもフルーツ杏仁やごま団子、くずまんじゅうやおはぎという和洋中あらゆるデザートが揃っていて拍手喝采。とどめがですね、10種類のアイスクリームに手作りパフェコーナー。充実したトッピングで心が躍らないはずもなく、ワクワクとはこのこと。続いてアルコール飲み放題のラインナップです。愛する生ビールが3種類でですね、金谷グループのオリジナルクラフトビールもいただけちゃいます。単品だと1210円をフリードリンクできるという太っ腹っぷりに歓喜。ハイボールにスパークリングワイン、氷彩サワー。リキュールが12種類ほどと、日本酒は天高と栃木のお酒、松の寿。芋焼酎の黒霧島と麦焼酎の二階堂。ワインが私ちょっと詳しくなくてごめんなさい。こんな感じのラインナップでしたが、お好きな方いかがでしょう。お酒を割る用のドリンクも揃っていて、グラスもしっかり冷えていました。嬉しい。ソフトドリンクに関しては追加料金なしで OK のメニューも充実していました。ちなみに飲み放題は当日追加やお一人からの注文も OK だったのと、単品のドリンクメニューも充実していたので、メニューが気になる方はすいません。一時停止しながらご覧ください。おはようございます。朝7時、朝食をいただきに参ります。会場は石窯ダイニング。お席は自由でした。それではメニューの紹介にお付き合いください。美しきだし巻き卵に肉じゃがとひじき煮。定番メニューも揃ってくれていて、ウインナー、ミートボール、ハッシュブラウンポテト、スクランブルエッグ&ハム。続きまして、和のメニューおば。イワシの梅に、きんぴらごぼう、マグロの角煮。大好きな小松菜と油揚げの煮浸し。夜はおでんで登場した鹿沼こんにゃくも。味噌の筑前煮。そしてたぐり湯葉。朝も湯葉がリピートの一品でした。山形出身なので朝ごはんの定番笹かまぼこも嬉しい。
朝ごはんのお供、納豆は栃木県佐野市にある大豆工房で作られたわら麦納豆、朝月糸がいただけます。その他のご飯のお供は、しらすと大根おろし、温泉卵、明太子、とろろ、きのこの肉味噌、お漬物と充実のラインナップでした。石窯コーナーではチーズパンとごまロール、クロワッサンやショコラパンが並んでいて、そのお隣に3種類のドーナツ。かわいい見た目が魅力的すぎます。焼きたてでいただけるフレンチトーストは3種類のソースが選べました。奥戸さんコーナーではご飯とお味噌汁、コーンスープ。朝のオープンキッチンコーナーでは焼き魚が2種類とスタッフさんの愛情たっぷり手作りおにぎり。お味は5種類。アミューズメント感のある佐野ラーメンといったラインナップでした。朝食デザートで嬉しかったのは千本松牧場の牛乳、コーヒー牛乳、ヨーグルトがいただけたこと。好きな具材を入れて自分で作る朝どら焼きでアミューズメント感を楽しんだり、モーニングビュッフェで嬉しいことの一つ、盛りだくさんのフルーツコーナーやスムージーといったラインナップでした。ごちそうさまでした。最後に細かなもろもろエトセトラです。ホームページに載っているキッズルームは懐かし館の4階、約12畳ほどのスペースで2歳くらいまでのお子さんが楽しめる、そんな感じの空間でした。個人的にすごく印象的だったのが地下1階にあるゲームセンター。アラフォーの私が小さい頃に楽しんだ思い出深いゲーム機が現役で活躍していました。息子とこのゲーム機を楽しめた感慨深さと、現役で使えていることのホテルさんのメンテナンスの凄さと、そんなノストラジックな空間、ぜひぜひ皆さんも訪れてみてください。その他に鍵は2本お借りすることができます。冬に行ったのもあって、さすがは日光フューチャリング寒がりな私。廊下が少し肌寒かったので、羽織るものがあると安心かなと思います。駐車場がですね、少し遠い場所にあるので、到着時は玄関前からスタッフさんが車を移動してくださって、帰宅時は駐車場までバンで送っていただけるシステムでした。以上、鬼怒川温泉ホテルの宿泊レポートでした。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。皆さんのおすすめのお宿などありましたら、ぜひぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。牧野べこでした。